皆さんこんにちは、沖野です。突然ですが皆さん普段どんな下着を履いてますか？今回は視聴者さんから下着に関するちょっとお便りをいただいたので、まずはそちらを読んでからいろいろお話ししたいなと思っております。今回お送りいただいたのはカイさん、男性30代の方からです。沖野さんこんにちは。配信楽しく拝見しております。最近パンツ姿で飲む下着飲みイベントがいろいろな場所で開催されていて、下着の種類も京パン、ふんどし、ケツ割れ、ビキニなど様々で、中でも白ブリーフ姿で飲むイベントが賑わっているそうです。20代の若い人もイベントでは白ブリーフ姿に抵抗がないそうですが、職場やジム、銭湯、発展場などの着替えの際に白ブリーフ姿を見られるのは、学生時代から白ブリーフを愛用してきた40代以上の人でも恥ずかしいそうです。また、白ブリーフ愛好者は受けっぽいとか、おもらし好きの性癖があるんじゃないかとか、ゲイの中でも変な目で見られがちだということを聞くのですが、沖野さんは白ブリーフ愛好者をどう思いますか？はい。ということでお便りありがとうございます。正直最初にこのお便り読んだ時に何この質問って思ったんですけど、このチャンネルご存知の方も多いと思うんですけど、半年に1回ぐらいアンダーウェアのルックブック、実際に自分が気になったものを買って着用してその履き心地とかを皆さんお伝えするっていう動画を作ってるんですけど、普段自分がどういうものをよく履いてるのかっていうことだったりとか、相手にこういうものを履いててほしいとか、逆に履いててほしくないとか、そういう話ってしてこなかった気がしてて、なので改めてこういうお便りいただいたタイミングでお話ししてみようかなと思いました。で、まず白ブリーフに対して沖野さんはどう思いますかっていう問いに関してなんですけど、正直言うと、そんなになんとも思わないっていう、なんともというか、プラスでもマイナスでもないっていう感じ。セクシーだなとは思うんですよ。かといって特別白ブリーフフェチなわけじゃないので、仮にじゃあリアルしていい感じになった人とホテル行きました。相手が白ブリーフ履いてました。それでテンション爆上げするかって言われたら、そんなことはないかなって感じ。ああ、そういうの履くんだっていうぐらいのテンションだと思うし、例えば友達と一緒に温泉とか行きました。そこで友達が白ブリーフ履いてました。それを見てドン引くとか、なんでそんなの履いてんのっていう風になることもないかなっていう感じ。で、自分自身は普段履くかって言われたら日常的に履くことはないです。ただ、去年ボディプロフィールっていうのを撮ったんですけど、その時は白ブリーフで撮りました。理由としては、白ブリーフがやっぱりセクシーでかっこいいっていうイメージはあるんですよ。っていうのと、モデルさんとかがそういうボディプロフィール撮る時に、結構白のパンツで撮ってる人が多かった印象があったので、ただ単にその真似っていうのと、あとはその直前のアンダーウェアのルックブックの時に白のブリーフを紹介してたので、その直後に撮るっていうことで、それをそのまま使ったというか、節約ですよね、言ってみれば。履かない理由も特にないじゃないんですけど、強いて言うんだったら汚れるっていうことかな。色として白ってすごい好きなんですけど、下着って考えた時に、やっぱり汚れやすい白っていうのが個人的に長持ちしない感じもあるし、それこそデートして何かあった時に白ブリーフ履いてってなんかちょっと汚れてたら嫌じゃないですか。なんかお互い気まずいですよね。そういうのもあってあんまり履かないかなっていうのが正直なところです。でも他人が履いてても別にいいんじゃないっていうそのぐらいの感じ。これが沖の基準ではあるんですけど、人によっては白ブリーフやっぱりちょっと引いちゃう人もいるのかなって思います。形そもそもブリーフとかっていうのを普段履かない履いてほしくないっていう人もいると思うし、白もそういう理由で言うとちょっと派手に感じる人もいるかもしれないですね。やっぱ黒とかネイビーとかが男性向けの下着って主流でかなりの多分シェアがあるんじゃないかなって気がしてるので、そういう意味で引く人も一定数いると思う。ただそれが1割2割なのか半数ぐらいなのか8割9割いるのか、それはちょっとわかんないですけど、ただ一定数いると思うので、無難に行きたいんだったらもう黒とかネイビーのボクサーパンツを履けっていう、ただそれだけかなと思います。ちょっと髪の毛の話してもいいですか？髪の毛今赤というかピンクというかそういう感じなんですけど、なかなかいないじゃないですか。しかもアラフォーってことを考えると髪の毛赤の人ってあんまりいないと思うんですよ。でしかもゲイ界隈に関して言うと特に黒髪の方がやっぱ人気なイメージなので、社会人的にもゲイのモテ具合的にも安牌を取ろうって思ったら黒髪にするのがいいって沖縄は分かってるんです。分かった上であえて赤をチョイスしてるんです。金髪の時もあればピンクの時もあれば緑の時もあるんですけど、結局トレードオフだと思ってて、自分の髪色だったりとかもしくは下着に関してこだわりを貫き通すのか、自分が気持ちよく過ごせるというかっていうのをチョイスするのか、それともあくまで髪の色だったり下着っていうことでふるいにかけられないように安牌なところに行くのかっていうのは単にどっちを選ぶかだけの問題だと思ってて、もちろんその中間ぐらいもあるよね。例えば茶髪ぐらいだったらいいかなとか、下着でも黒ネイビーつまんないけどでもじゃあ赤ぐらいだったらいけるかなとか、人によってあると思うんですけど、どっちを選ぶかっていうだけの問題かなっていう気はしてます。
そういう意味では自分の場合は割とポップな色は好きなので、赤はそんなに持ってないんですけど、青とか緑とかピンクとかかな。そのあたりの色の下着は結構持ってるのと、ブリーフタイプは正直普段あんまり履かないんですけど、ボクサータイプで結構カラフルな感じっていうのは自分自身も履くかなっていう感じ。でも相手に対しては正直特別これにしてとかはないかな。それこそふんどしとかジョックストラップってなってしまうとどうなんだろうとは思うかも。ふんどしってそもそも和服で着る前提だと思ってるんですよ。ズボンを履くってなると履きづらくないのかなって純粋に思うし、あとはジョックストラップもあれってもともとはスポーツをやる人のために多分開発された下着って聞いたことあるんですよ。違ったらちょっと教えてください。なんですけど、ってなったら日常生活でそれ履く必要あるみたいなところがあって、でもやっぱそれがビジュアル的に好きで何か履き心地が良くてこだわって履いてるっていうんだったら履けばいいと思う。ただその分どんどん珍しいものになればなるほど周りからちょっと過激だなって思われたり奇特だなって思われる確率は上がっていくから、そこを自分がどっちを取るかっていうだけの話かなっていう。だから40代以上の人がさ、白ブリーフ履くの恥ずかしいってなったら、恥ずかしいなら履くのやめなよって正直思います。今回さ、その下着飲みイベントがいっぱい行われているみたいな、いろんな場所で開催されてるってことだったんですけど、本当かっていう。個人的に下着飲みイベントとかってもちろんあるとは思うんですよ。X とかでたまに流れてくるそういう募集とか、フライヤーみたいなのも見たことあるし。でもそれって多分一部のフェチの人たちが集まって、同じ人たちの中でぐるぐるしてるのかなっていう。ある程度もう固まってて、そこにたまに新規の人が来るみたいなイメージなのかなって勝手に思ってて、だからそういう場にだけ入っていけばいいんじゃない？恥ずかしい人は。白ブリーフに対して魅力は感じてます。でも日常生活で人に見られるのは恥ずかしいです。ってなったら、じゃあ、その場所に行く時だけ履けばいいかなっていう。ドレスコードってことだと思うから、パーティーに行くのにドレスを着ますって。じゃあそのドレスを着てる女性は、毎日ドレスを着て生活してるかと言ったらそんなことないと思うんですよ。っていう、その使い分けだけすればいいんじゃないって思う。髪の毛はなかなか一日一日で色変えるとか難しいと思うけど、着るものに関しては全然できると思うんですよ。これ何分ぐらいの動画になってるかわかんないんですけど、こんなわざわざ真面目に話すほどのことなのかって自分でちょっと今話してて思っちゃった。もうちょっとカジュアルに話したかったんですけど、気づいたら普通にいつも通りの質問ぐらいの温度感で喋ってしまって。でもいいと思いますよ。自分が好きなもの履けばいいと思うし、それがその場にそぐわないって思うんだったら、その時は、じゃあ無難なものを履いてくで、ただ単にそれだけしかないと思う。これ別に質問者さん批判じゃないんですけど、こういうお便りたくさん送ってもらうことがあって、答えやすいのと答えにくいのがあるんですよ。それ何かっていうと、何を答えてほしいのか、何が知りたくて、この質問を書いてくれたんだろうっていうのが分かりやすいやつはめっちゃ答えやすい。で、逆に言うと、これ沖野さんはどう思いますかで、本当にどう思いますかだけ答えればいいのかなみたいな。その先にある、例えば、自分はどうしたいのかとかっていうのが書いてあると、それに対して答えやすいんですけど、今回はちょっとそのあたりが分かんなかったので、こういうことがあるそうですよ。沖野さんどう思いますかって。極端な話、これ答えようと思ったら何とも思わないです。はい、終わりでもできたんですけど、その後にちょっといろいろ付け加えて喋ってみました。今後お送りいただく方は何に対して答えればいいのかが結構明確になってるとすごくありがたいなと思いました。はい。いや、でもむずいな、これ。どうなんでしょうね。とにかくその人の目が気になる人って絶対一定数いるから、人の目が気になる人は無難なものをチョイスするのがいいと思う、正直。で、たまに羽目を外すっていう意味でイベントに参加してみたらどうっていう。沖縄は別に普段から白ブリーフ履きたいんだったら履けばって思うけど。はい、ということでちょっと変わり種のお便り読んでみたんですけれども、ぜひね、皆さんにコメント欄で聞きたいのは、普段自分がどういうものを履いてるかだったりとか、もしくは相手にこういうのを履いててほしい、もしくは履いててほしくないっていうのがあったらぜひ聞いてみたいです。多分ね、中には逆に言うとフェチ的な人で白ブリーフ履いててほしいとか、ケツ割れ、ジョックストラップ履いててほしいとか、いると思うんですよ。で、そういう人の意見も聞いてみたいです。はい、ということで、下着に関してのお話をしていったんですけれども、コメント以外にいいねとチャンネル登録、あとはメンバーシップもやっておりますので、そちらもぜひ気になる方はチェックしてみてください。それでは、バイバイ。